じゃあ今日はもう完成まで持っていきますね。一気にズドーンといっちゃいますね。じゃあフラットクリアですねを塗っていきます。デカール保護と、あとは全体のツヤを統一するためのトップコートですね。でデカール貼った後なんで、いわゆる砂吹きですね。さっとふわっとなるように。とりあえずこれで軽く押さえて乾かします。で要は徐々に乗っけていくんですよ。そんなに厚くする必要はないので、今軽く乗っけた後2回ぐらい塗ればいいのかな。これもデカール貼ってあるんでね、軽くで、こちらもすぐ乾きますから、でさっきより若干厚めに徐々にその乗せる塗料の量を増やしていくってことですね。それでは筋彫りの方ですね。筋彫りじゃないあれですよ、墨入れですよ。墨入れエナメルの、自作の黒ですね。自作の黒っていうか、いつも使ってるエナメルの、こんな色です。こんな色で、これをあまりねパネルラインのある機体ではないですから、パネルラインとして残してるところにまず塗料を塗っていくんですけど、そんなにないんですよ。この辺多分実機の写真見るとね、非常に薄いとこと濃い、濃いっていうか普通のパネルラインで、この辺りはすごく薄いです。一応あることあるんで、ちょんちょんってこうパッと走るようなイメージなんですけど、そんなには走らないですね。結局は汚しなので、ある程度写真を見て参考にしながら、ただ現状残ってるところでいいと思います。で、デカールの手書きのとこですね。最初にパテで埋めたところ、だからこのギザギザのとことかはパネルラインではないので、そういったところに塗料があまりたまらないようにしたいんです。ここのギザギザはここのギザギザどうなのかな。ありますね、ありますね。写真を見ると影になってます。でその前のはない。同時にこの白いところも残していきます。
という感じでこう墨を入れていくわけです。で次にエナメルシンナーですね。エナメル薄め液。エナメル薄め液を使ってある程度乾いた今のところ今の墨入れを今度散らしていくわけですよね。この辺分かりやすいかな。これ乾いてるじゃないですか。でここにエナメル薄め液もあまりつけすぎてはあれなんで、こうやって今度掃除していくと。で掃除していくんですけど、今エナメル薄め液を置いて乾かないうちに例えばこの筆に吸わせるとかで、それであとは周りに散らしていくとか、この周りに散らす部分で汚れもフェザリングも再現できるということですね。あまり汚い気体にしたくないのであれば、例えば周り汚れを飛ばしちゃうとかね。だから今の黒を伸ばす感じですかね、周りに。場合によっては点々点々と置いていくとかね。やっぱり今機体の横だから重力の方向に汚れを伸ばすのが基本です。こういう方向にね。主翼はこれブレンデッドウィングなんで、この辺のはこうなるのかな、ただ汚れを伸ばしちゃえば実際どっちがどっちやらって感じもしてくるんで、これは面白い表現かもしれないっていうところで止めてたらいいんじゃないですかね。この辺はもう前後方向に伸ばしていく。なるだけまっすぐですよね。高速で飛ぶ飛行機なんで。でこの前の動画で上げてた写真ね、写真っていうかウェブ上の画像、あれで割と汚れてる方だと思うんですけど、そんなにこの黒い汚れってないんですよね。ただプラモデルらしい演出っていうのもやっぱり必要なんで、また広い部分に関してはこれパネルラインが主翼の真ん中にない機体なんで、この辺の汚れに関しては後でまた違う方法で、違う方法でっていうか同じような感じなんですけど、あとはこの動力関連のあたりですかね。一回こういう風に散らしてやって、ちょっとここはこんなに汚れてないんで、もうちょっと墨液をのっけて、あとは今筆でやってるんですけど、
どこ行ったかな。綿棒ですね。綿棒でも同じことなんですけど、まあちょっとたくさん塗料が乗っちゃったよと、そういう時は綿棒でやってもいいですし、もうちょっと広い筆をね使ってもいいでしょう。それこそ平筆、平筆はねあまりにもこう広い範囲いっちゃうんで、状況というか、あとはこのフラットブラウンとフラットブラック、この前トムチャップでもやってたんですけどね、ランダムにどっから何が漏れてるとかそういうこと関係なく、こうランダムに置いてやって、で乾いたらやっぱり薄め液で伸ばしていくと、よいしょ。いわゆるピンウォッシュと言われてるものです。もうちょい色黒くてもよかったかもしれないですね。当然今みたいにいっぱい置いちゃうとどんどん茶色くなっちゃいますんで、綿棒ってあんまり使いたくないんですよね。なんかちょっと綿棒はもう最後ちょっと多すぎた時に、シナー分が多すぎた時に伸ばすぐらいの使い方しかしてないですね。今ちょっとこう重点的にやってみたんですけど、こっちと比べると使った感はそれなりに出てると思います。この湿った感じを綿棒で取ってやると、基本このウィングの上はこの前後方向しか動かせないです。こんな感じですかね。でちょっとおかしな筋が、おかしなというか綺麗すぎる筋が入っちゃってるキムマヤツでちょっと慣らしてやるとどうでしょうね。こんなもんかな。見た感じはもやもやっとした感じは出てると思います。こんな感じでレザリングを進めます。かなりエナメル爪液をのせた後に結構吸い取っちゃっていい感じですね。ちょっと汚れすぎちゃったかも。艶消し、かなり艶を
落ちてるんでザラザラなんでかなり吸っちゃうんですよ、塗料を。ちょっとずつ薄めていくしかないな。なんか使い込まれてるわ。かなり意外に散ってくれない。いや、最初薄いかなと思ってたけど、まああとはもっとグレーっぽい色で墨を入れるとかね。でタミヤカラーのパネルラインアクセントカラーとかまああるんですけど、でトムキャットでも使ったんですけど、どうもちょっと好きくないです。もうこれぐらいまでやっぱり落としたいよね。まあただここ色が違うか。こんな感じで機体全体をドーンとやっていきます。機体下側なんです。ちょっと茶色みの強い汚れを強く出したいんですよ。で、黒とフラットブラウンを完全に混ぜないで、ちょっと色の調整が効くぐらいにして、で、普段ドライブラシに使ってるような筆ですね。爪楊枝で弾いて、汚れを飛ばしてやります。で、この飛んでる粒の大きさは、キッチンペーパーに吸わせる量でね、調整。あんまりこんなもんにしとこうかな。で、これを今度、薄め液でぼかしたいんですけど、ちょっと今、角に多すぎたかな。実機はね、結構、まだらなんですよ。で、あんまり広げたくないってなりまして、あんまりこう、粒がはっきりしててもおかしいので、まあこれを加減を見ながらねやっていくんですけど、薄め液をあまりこう多くしたくないんで、ちょっと今キッチンペーパーで薄め液を取ってやりました。まあいろんな筆を試してみてもいいと思いますね。もうちょっと時間置いた方がいいかな。あんまり今やってるのは薄め液を極力絞り取った筆で伸ばしてます。まあなので前にスツーカの筆塗りのスツーカだったかな、金網使ってやったじゃないですか。金網ちょっとね、昔あれで満足してたんだろうな。かなり飛びすぎてたんですよ。こんなんだったかなと思ってやってたんですけどね。YouTube のAFV の人のフェザリングでこの爪楊枝で弾くのやってて、なるほどなと思ってちょっとやってみました。ドライヤーで乾かして薄め液を絞ったような筆でドライブラシのごとく伸ばしていくのがいいかもしれないですね。で今美容系でこれもほとんど薄め液がなくなってきたんで、ちょっと今つけてやってね、機体裏面の方の汚しですね。
うっすらと全体的にちょっとね塗料の方飛ばしすぎ気味の方がいいですね、やっぱり。ちょっとこれでも若干足りないかなと。ただジェットノズルのあるところを中心に、前にお話ししたようにこう地面が近づくとブワッと当然跳ね返りがあるんで、それをイメージしてこの後半後ろ半分を、重点的に押しました。後ろ半分ちょっと黒っぽく見えるかな、見えると思うんですけど、で前の方も当然多少ね目星をやってます。じゃあこれねもうパーツの方を、組んでいきますね。これ組み付けちゃえば、このパーツの方を組み付けちゃえば、終了です。まずジェットノズルからですね、インストの順番で組んでいきます。ここでやっとこのポリキャップを使うわけですよ。入れにくいよ。指がねこの狭いとこ入っていかないんで、途中までペンチで入れたやつをちょっと指で押し込んでやればいいんでしょうね。でここに前作ったこのジェットノズルが入ります。見えないよ、壊さないようにね、よくパキッとやっちゃいますよね。ポリキャップがね怖いな。まだ入ってってない。こんなもんかな。こんなもんですね。タブがあるんで向きを間違えないように、ミスらないように、こっちだな。前後にタブがあるんですよ。あと上は後で下から組んでいきましょう。左右のくぼみにうまく入れて押し込んでいかないといけないんで、これでいっぱい入りましたね。こうか。これもどこまで入れればいいの？もうちょい入りそうだな。こうだ。一応接着前にこう物を当ててやって確認しますけどね、どんな感じでつくのかなと。
角度はねぴったり決まりますよね。ちょっと押さえたいんですよね、ここで。よし OK。前の方のこのドアのタグリが、乾いてから次の作業に移りましょうね。触っちゃうと動いちゃうんで、動かなくなったら程度でいいと思います。不安な人はもう一晩ぐらい置いといてください。で、今度試脚の方ですね。でちょっとね試脚ドアとか近いんで順番がありまして、ドアをつけてから試脚を乗せていく方がいいと思いますね。これもちょっと早めに固めてしまいたいんで、試脚自体は前に角度を合わせて組んでるんで、この接着順序がいいと思います。見えねえ。どうするかな。穴がここにここか。ここだ。じゃあ胴体上面の方ですね、下回りが接着剤が乾いたんで、あとこの3つをくっつけるだけです。もうこの3つのパーツは接着剤つけますけどね、接着剤がなくても動かないっていうか倒れないパーツ。かなり接着面がしっかりした形になってるんで、要は接着が楽っちゅうことですね。今裏が落ちちゃった。落ちちゃった。よし、できた。これで本当に完成です。完成しました。
まあいろいろやりましたけどね。トキパテはどうなのかな。トキパテでほら RM をやったじゃないですか。そこの部分の筋彫りがあまりにも距離が長くってボロが出ちゃってるという。逆に汚しはほぼほぼ理想の形になったのかなと。この頭の中のイメージの汚しと一致してきました。またまとめの動画作るんで見てやってください。でぐる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 また回してね展示して遊ぶんで。で今回これ多分ね完成動画作って載っけるんですけどちょっと浮き場所の関係ですぐオークション流しちゃいます。ほぼほぼ完成品の投稿と同じくしてになると思いますけど、また詳細欄にその旨書いておきますので、それではまたこの後ファントム映りません。ファントム